はい、どうも、料理人 VTuber の赤身仁でございます。ということで、毎週火曜日のね、フレンチシェフの台所革命のお時間でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのは道具類ですね。リクエストの方も、ございます。ちょっとね、実際に使ってる道具どんなものを使ってるんですかっていうリクエストがありましたので、今回はね、そちらの方をちょっとね詳しくお話ししていければなと思っておりますので、早速ね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあね、まず早速ご紹介するのはこちら。鉄のフライパンデバイヤーというフランスのメーカーの鉄のフライパンですね。厚さがだいたい3ミリぐらいあるもので、これ一つ26センチなんですけども、これでだいたい 1.8 キロあります。はい。結構重いんですよね。で、使うときは、柄の方はね、こうやってダスターをかまして、持つのが基本となりますよね。はい。で、柄がね、一体になっているものを我々プロは好んで使います。どうしてもね、劣化してかれると、もうその時点でフライパンがアウトになってしまうので、絵は基本的に一体的なものの方が結構助かりますね。で、洗う時なんですけども、基本的にたわしでお湯でとこう洗っていくんですが、洗剤使っても全然問題ないですね。はい。被膜さえしっかり作れば、洗剤使ってお湯で、もうしっかりねたわしで洗ってもらっても全然問題ないですね。で、必ずこういう周りもしっかり洗ってあげて、できるだけこう油汚れとか匂いの元とかっていうのはしっかり洗い流して、で最後また火にかけてっていう感じですよね。はい。で、鉄のフライパン、洗剤使うなとか、結構ねそういう話聞いたことある方いらっしゃると思うんですけども、被膜をですね、最初きっちりつければ、全然洗剤使ったごときではこの被膜が落ちることはありません。ですので、洗剤使うタイミングっていうのは、例えばすごい香りがついてしまうようなものだったり、焦げの匂いがもうフライパンにくっついてしまったっていう時に、しっかりね落としてあげなくてはいけませんので、その時に洗剤使ってしっかり落としてあげるっていうことですよね。で、基本的に、今のねこの焼いてる映像みたいなこれ程度の汚れであれば、もうお湯とたわしでしっかり洗い流して、でまた軽くね、火にかけて乾燥させてあげれば OK っていうような使い方で大丈夫です。で、洗剤の方は基本的に中性洗剤で、カナダアシは使わないでください。カナダアシを使ってしまいますと、油膜の方をね削ってしまいますので、カナダアシは基本現金で、亀の子たわしっていうようなものが基本になってきますね。はい。で、私はですね、もう鉄のフライパンに関してはもうデバイヤー一択かなっていう感じになってますよね。厚みもねしっかりあって、で低価格で揃えやすい、各サイズ揃えやすいっていうところとかですね、総合的に考えても耐久性もそうですし、総合的に考えてやっぱりデバイヤーが一番ベストかなっていうところで、私はもう長年自宅でも厨房でもデバイヤーは愛用してるっていうようなメーカーになりますね。はい。非常におすすめのメーカーです。はい。で、次に紹介しますのがこちら、グリーンパン、ベルギーのね、会社のセラミックコーティングのフライパンになりますね。実は最近ちょっと使い始めてきてるので、耐久性を今いろいろチェックしていきたいというところで使ってるところですね。はい。で、私基本的にあまりこうテフロンを使いたくないっていう思いもあって、でこういろいろ探してた時にこのグリーンパンにこうバルセロナプロにこうたどり着いたんですけども、アルミの基本的にアルミのフライパンなんですけども、中にこう銅が仕込まれてるタイプになります。で、中にね銅が入ってますので、最初こう温めたら、あと弱火で、そこそこのね
蓄熱と火力があるので、わりかし魚なんかも焼きやすいですし、鶏肉もそうですし豚肉もといろいろ汎用性は高いフライパンだなと思ってます。で、このセラミックコーティングが、今後ね使っていくときに、どのぐらいの流れで剥がれていくかとかっていうのをちょっと見ていきたいなと思うので、ここは今後ね長い目でちょっと見ていこうかなと思っている、フライパンの一つで、非常に使い勝手はすごいいいなと思って愛用しているフライパンでもあります。はい。はい、じゃあ次はね、こちらアルミのフライパンですね。もうこれを使うのはもうほぼ基本的にパスタの時のみですね。はい。27センチのこちら使わせていただいておりますね。はい。どこにでもあるアルミのフライパンなんですよね。はい。で、ある程度ね、しっかりした厚みもありますので、これ、を主にね、パスタの時に使わせていただいてるんですけども、さっとね温度が上がりやすくてソースをね手早く作るには非常に扱いやすいフライパンですね。はい。非常にパスタやるときは愛用で使わせていただいております。はい、こちらね、ご存知100均で買ってきた、フライパンですね。もう激薄カルカルのフライパンなんですけども、こちらね、ちょっとね今からある実験をしたいと思います。はい、じゃあね、赤外線センサーで、どれぐらいのスピードで温度が上がっていくのかあとどれぐらいのね、温度帯までいくのかっていうのをお見せします。このねセンサー付きの、この樋口でやらせていただきます。じゃあ今置きました。で、ノンストップでノーカットでお見せしますね。今もうこのスピードで上がってってます。恐ろしいですよね。どんどん上がっていきますね。あっという間にもう70度80度いきますね。早いです。かなり早いですね。もう120度いくっていうところですね。でしかもこれ肉のね火入れの動画見てる人でしたらわかると思うんですけども、今当ててるのが真ん中の部分ですので、一番温度が低いところでこの温度でございますので、おそらくもう周りは200度超えてます。で今中心がね200度いきました。それでもやっぱりまだまだ温度は上がっていくんですね。で今もう240度超えました。もう間もなく260度で、コーティングが変形し始めるっていうところですね。もう超え始めましたね。はい。かなりいきますよね。まだまだ上がっていきます。もう周りもね、もう今ちょっと煙が出てきて、ちょっとガスがね出てきたので、一回ちょっとまずいなと思って今火を止めて今換気扇回してるんですけども、はい。でなぜかですね、やっぱり薄いとセンサーに引っかからないっていうところがあって、これなんでなんだろうなと思って、今私もこれ原因は今究明しているところなんですけども、そういったね危険性もあったりするよっていうところで、ちょっとご紹介の意味も込めてここもね含めて動画に入れさせていただきました。はい。では逆に、厚手のフライパンどうなのかなっていうところですね。はい。じゃあ今火にかけていきます。はい。でだいたい50度からスタートして、今中心部分がねちょっと熱かったので今一瞬温度が上がりましたけども、今40度50度からのスタートになりますね。で、もうお分かりかと思うんですけども、しっかりしたね厚みのあるフライパンのアルミのフライパンですので、温度上昇確かに早いんですけども、滑らかなねゆっくりした上がり方してってますよね。でこの上がり方が、パスタのソースを作るにはちょうどいい温度管理の上がり方っていうところで、パスタバーではこのフライパンを使われるっていうのがすごい好まれる理由の一つですね。で、こうやってね、温度が上がっていきますね。もうなかなかやっぱり周りでね今ようやく100度いくかなっていうところですよね。
明らかに100均の薄いアルミのフライパン、よりかはもう温度の上がり方が全然違うっていうのがもう一目で分かるっていうのが、この実験の面白いところかなと思って、一応ねノーカットでお見せいたしております。はい。今ちょっとね煙もなくなったので、一回ちょっと換気扇消させていただきました。でここまで来て、ようやく100度近くなってきたなっていう感じですよね。だいぶ上がってる速度違いますよね。やっぱりアルミでも、温度が上がるのが早いといっても、厚みがあればこうゆっくりしたね上がり方をしていきますので、そこはねやっぱり薄いフライパンっていうのと厚みのあるフライパンっていうのはこういう差がありますよっていうところで、視覚的にご確認できるようにこうやってね、映像に収めさせていただいております。で、今こうやってねセンサーが反応しました。はい。で、テフロンは確かに便利なんですよね。くっつきづらいとか、価格的にも手頃に買える値段だったりとかいうところはあるんですけども、金属のねトングだったりとか、あとペルテックスっていう、ターナーですよね、使ったりとかするとこうどんどんねこうカン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 ってこう当てるだけでこうフッ素コーティングがこう剥がれていってっていうところで、すぐにねこうくっついてしまうようなフライパンにすぐ様変わりしてしまうっていうのが結構大きな弱点で、皆さんそこでね結構イライラするんじゃないかなと思っているところだったりはするんですけども、この通称別名 PFAS とも言われているこのフッ素コーティングなんですが、今これ結構社会問題にもなってることはご存知の方いらっしゃると思うんですよね。で一応世間的にはこの言われてるのは、体内に取り入れても排出されるから安全だっていうお話はされてますよね。で、ここからは私のもう完全に個人的な考えなんですけども、その体内に排出されるからっていうのは確かに間違いはないんですが、例えばこう温度が上がっていって有毒ガスを発生するような物質のものを体に入る時点でやっぱりちょっと嫌じゃないですか。なので私はそれをちょっとこう思い始めて、最近はちょっとこう別のなんかフライパンないかなと思って探してた時にこのセラミックコーティングを見つけまして、で最近はそのセラミックコーティングでしっかりねこの多少蓄熱もあってっていうものでバルセロナプロをちょっと今最近使わせていただいてるっていうような流れですね。それでもやっぱりこのキッチンの中にもこうテフロンのものってまだありますし、厨房現場でも全然ねテフロンのものってまだまだありますので、テフロンが絶対に悪っていうわけではなくて、そこのね意味合いをちゃんと理解していれば、全然安全にねお付き合いのできる道具ではあるということは間違いないです。はいはい、こちらね、グリアードグリルパンですね。こちらはオイゲンという鉄器メーカーさんですね、のこちらグリルパンになります。で、溝がね、結構直角になっていて、で感覚もそんなに悪くないなとは思ってるんですけども、個人的にはあとこのグリルパンの網の部分の幅がねあと1ミリ狭かったらなとか思ったりしてますね。でこのグリルパンなんですけども、私ねこれ実際に型を起こして、グリルパンを自分専用のやつ作ろうと思ったんですけども、当然ね金型が百何十万とかとんでもない額来たので、いやーまだ無理だなと思って諦めてた中で、自分の理想に一番近いのが、このオイゲンさんのこのグリルパンっていうことで、今ね、こちらの方は愛用させていただいております。で、溝がねまずしっかり直角であるっていうことと、この溝のね深さもしっかりあるので、こう汁が滴っていって、この煙が出ていって、それがこうね肉にいぶされていくっていう、ちゃんとねグリルの
原理原則がきちんとできているっていうのが、このオリゲンさんのグリルパンの特徴ですよね。はい。それとやっぱりその鉄板自体の厚みがしっかりあるので、蓄熱もしっかりできてるっていうところがこのグリルパンの良いところだったりしますね。このグリルパンが薄い鉄板ですとあまりねグリルパンとしての役目を果たさないっていうところもあるので、そこもね結構私はいいポイントで使わせていただいております。ただしやっぱり鉄ですので重いですよっていうのがこのグリルパンのね、特徴だったりもいたします。はい。はい、次愛用している、ペーパーなんですけども、まずこちら超吸水キッチンペーパーってやつですね。もうこれはねもう本当にマストで使ってます。まず、肉、鶏、魚とかですね、もうそういう、ものの、水分を取るのに使ったりとかですね、あと油切りで使って揚げ物でですね油切りで使ったりと、かなり幅広く使ってます。で逆にこのリードペーパー、こういうパルプ式のこういう生地のやつですよね。これは基本的に液体ものをこすときに使ってます。ほぼそれ一択ですね。これを吸水で使う方いらっしゃるんですけども、あんまり効果ないなって割と思ったりするんですね。どっちかっていうとこちらはこすためにあるペーパーだと思います。はい。そういった形でちょっと活用させていただいているのがこちらのリードペーパーでございますね。はい。はい、次が、ステンレス系のね、ちょっと道具をご紹介いたします。こちら、よくね、ちっちゃいものを入れるときに使わせていただいてるんですけども、よくね、食材紹介でも紹介してるものになりますが、これ、カレーの入れ物なんですよね。インドカレーの入れ物だったりします。で、こちらが、ステンレスのね、トレーになりますね。よく研究施設なんかで使われてたりするものだったりします。はい。で、これが厨房でね、よく使われる、パイ皿っていうやつですね。こちらのステンレス鋼材のものになります。で、次こちらですね。はい。こちらのね、よく05缶なんて言うんですけども、それとそのハーフサイズのものと、あとちょっとね、大きめのものもあったりするので、これもよく使っているものになりますね。はい、次は角ポットですね。もうこれはもう本当に定番の道具ではあるんですけども、私は必ずこうやってメモリがついているものを使ってます。はい。で、これをいろんなね液体だったりソースだったり入れたりするのに各種サイズを揃えて持ってるっていうところですね。はい。で、あとステンレスボールですね。もう私はもうこれ一択ですね。で、裏にですね、こういう風な感じで SUS304 って書いてあるんですけども、このタイプのね、ステンレス材を使ってます。ステンレスといっても、一人にいろんな鋼材があって、この304っていうのが、こう錆びづらいものになります。基本的にもうそういうプロ仕様のものを使わせていただいております。はい。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。道具のね、ご説明をさせていただきました。ちょっとね、各道具、しっかりね、一個一個丁寧に教えていくのもいいかなと思ったんですけども、ガチで長くなるので、ちょっとさらっとにさせていただきました。で、もしね、見てきた道具の中で、これってどういうものなんですかとか、いろいろ質問投げていただければお答えできますので、そこはね、ご遠慮なさらずにいろいろお聞きいただければ、ちゃんとね、お答えいたしますので、気になる点はぜひね、コメントの方に、お寄せください。で、おそらくですね、皆さん一番気になってるであろう鉄のフライパンですよね。で、この鉄のフライパンに関しては、口頭でね、話した通りではあるんですけども、実際にね、皆さん目で見ていただいて、上でこうやって鉄のフライパンって洗えばいいんだとか、洗剤ってこういう風に使っていいんだとか、こうやってちゃんと被膜作っていくんだっていうところを、必ずねちょっとどこかで動画にいたします。はい。
結構ね、いろんな情報が入り混じっちゃってて、おそらく皆さん混乱してるところもあったりとか、あると思いますので、実際にね、プロが現場でやっているやり方を、まあ、考え方ですよね、お見せいたします。ただ、まあ、ご家庭ではなかなか再現が不可能なところもありますので、それをそうならないように防ぐための、どちらかというと、動画で多いのは、シーズニングの仕方ばかりがフォーカスされているんですけども、実際に使った後のお手入れですよね。どうやって洗えばいいんですかとか、洗剤って使っちゃダメとか、金沢しダメだよとか、いろんな情報が溢れ返ってる中で、まあ、プロがやってるやり方、家庭でも同じようにできますっていうところをお見せする動画を必ずちょっとね、先々になっちゃいます。これはちょっと先になってしまうんですけども、必ず作りますので、そこはね、どうかご期待いただければなと思っております。はい。で、まあ、こんな感じで、私はいつもね、いろんな道具を、手入れしながら使ってはいるんですけども、またね、別のところで、まあ、ちょっと大型のものだったりとか、使ってる機材の方ですよね。機材の方の、まあ、ご紹介だったりとか、あと、もうちょいね、小物のものだったり、あと、まあ、あるとしたら、まあ、包丁の回だったりとかっていうところで、いろいろね、ご紹介できたらなと思っておりますので、こちらはね、ちょっと気長に待っていただけたらなと思っております。はい。ではね、以上がね、こちら、まあ、実際にね、プロが使っている道具の、まあ、キッチンでね、使っているものっていうところで、まあ、ご紹介させていただきました。はい。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。